はい、井上ゼミです。今回はですね、スピノザのエチカの第2回目ですね。で、最初のね重要な概念として善悪を取り上げてお話ししたいと思います。善悪ですね。スピノザが良いものと悪いものっていうものをどういうふうに考えていたのかっていうお話をしたいと思います。で、その説明にですね入る前にですね、この完全と不完全っていう、の区別ですね。この概念の違いについての分析を、スピノザがしているということで、このお話から入りたいんですけれども、これ例えばですね、建築途中の家ってあるじゃないですか。ね、それを見てね、例えば不完全だっていうふうに言うとしますよね。っていうふうに言うとすると、それはですね、完成された家の一般的観念を持っていて、それと比較してしまうから、その建築途中の家が不完全だと見てしまうっていう話をしてます。ここでね重要なのはこの一般的観念っていうことなんだけど、これどういうことかっていうと、これ偏見だっていうわけですね。なんでかっていうと、これまでね何度も見たものに基づいて作られた観念に過ぎないからっていうわけですね。だからこの個体はこうあるべきだと。だから、この建築途中の家は家はこういうふうにあるべきだっていうものにかなってないから不完全だっていうふうに言ってしまうということなんだけど、これは偏見だというわけですね。で、そうではなくて、スピノザはこういうふうに言ってます。すべての個体はそれぞれに完全なものとして存在していると。ね、完全なものとしてすでに存在しているんだという話なんですね。で、そこで例えばで例挙げてたのが障害ですね。障害っていうのは、これはですねマジョリティの視点から形成された一般的観念に基づいて判断された名前に過ぎませんよって話をしてます。なので個体それ自体は一個の完全な個体として存在していますよという話をしていますね。これマジョリティの視点からよく障害ってこれねもう普段も使いますけれども、まさにそういうことだと思います。なのでスピノザはこういうふうに言います。自然界に完全不完全の区別は存在しないと、こういうふうに言うわけですね。この辺の分析がもうすでに面白いんですけれども、このね完全不完全の区別、これは自然界には存在しませんよって話なんですが、これが善と悪の話にそのままつながってきます。つまり自然界には善と悪の話はね、この完全不完全の区別が存在しないように、自然界にはそれ自体として良いもの悪いものは存在しないという話をしています。つまり事物はですね、それ自体で見られる限りにおいて良いとか悪いとかは言えませんよってことなんですね。じゃあ善と悪ってないのかっていうと、そうじゃないんですね。そうではなくて、善悪は組み合わせによって生じますってことを言ってます。ね、善悪は組み合わせによって生じる。どういうことかっていうと、うまく組み合わさるものとうまく組み合わさらないもの、この2つが存在しますよっていう、そういうお話ですね。はい。でこれね分かりやすい例がたくさん載ってたんですけど、例えばね音楽はですね、憂鬱の人、つまり落ち込んでいる人がですね音楽を聴くとですね、例えば力が湧いてくるというようなことになった場合に、音楽はこの人にとって良いものなんですね。音楽は良いものになります。だけどこれ悲傷の人、つまり悲しんで傷ついているような人にですね、この音楽を聴かせてもですね、悲しみに浸る邪魔になるというふうになった場合には、この音楽は悪いものになります。ね、でもっと面白いのは、このろう者、つまり耳が不自由な人ですねに、音楽っていうものを聞かせてもですね、良くも悪くもない、ね、つまり音楽聞こえないわけですから、良くも悪くもない。つまり音楽っていうのもどういう人が聞くかということの組み合わせによって良くもなれば悪くもなり、あるいは良くも悪くもないということもあるというお話です。ね、これは非常に分かりやすいですよね。で、他の例として、あとトリカブト、ね、トリカブト、これはですね人間と組み合わせると毒なんですよね。トリカブトっていう植物は毒なんで、これは悪いものになります。ね、トリカブト自体が悪いんじゃないですよ。トリカブトが人間と組み合わさると人間にとって毒だから悪いものになるっていう、そういうお話です。で、次の例として鼻水の薬ね。鼻水の薬は鼻水が出て困っている人にとってはそれを解消してくれるわけだから良いものになるわけですね。ところが鼻水が出てない人にとってはですね、もう喉が渇いてカラカラになって困るということが起こるので悪いものになります。だからこれ何を言ってるかというと、全ては組み合わせで決まりますよって話をしてます。ね、善と
か悪、つまりいいもの悪いものっていうのは全部組み合わせによって決まるということをお話ししてますね。これは面白いですよね。なるほどと。スピノザの考える善と悪でこういうことかっていうことなんですけれども、で次にですねスピノザはですね、じゃあこの善とか悪っていうのを最低にしていきましょうって話をします。ね、なので、次ね、スピノザの、最低にした、善とか悪、いいもの悪いものっていうのを見ていきたいと思うんですけれども、結局ねスピノザは善とか悪っていうのを存在しないとは言ってないんですね。それはただ組み合わせによって生じますっていうことだから、善とか悪っていうのをきっちり区別するわけです。これなんでかっていうと、まさにこのエチカの倫理っていうのやりましたよね。倫理っていうのは自分がいる場所に、根ざして生き方を考えていくことっていうのを前回お話ししましたけど、つまりどんな生き方がそのいい生き方なのか、そして悪い生き方なのかっていうことをちゃんと区別していかに生きるべきかに答えるためだと。答えるために善と悪を最低にしていきましょうっていうこういうお話なんですね。だからまさしく倫理エチカの話なんですけれども、スピノザの最低にっていうのが行われるわけです。でそれを見ていきますと、私にとって良いものとは私とうまく組み合わさって私の活動能力を増大させるものであるということですね。この私の活動能力っていうのは自分の持つ力と言い換えていいです。つまり私の活動能力、自分の持つ力を増大させるもの、うまく組み合わさってそれが良いものであるというふうな言い方をしています。これ別の言い方しますと、より小なる完全性からより大なる完全性に移るということなんですね。つまり、ちっちゃな完全性から大きな完全性に向かっていくということなんですが、これがポイントで、ここでね完全と不完全で、不完全っていうのは偏見に過ぎないって話をしましたよね。なのでもともと完全なんですよ、もう個体としては。だからその完全性からより大きな完全性に移っていくっていうね、この考え方、これも重要だと思います。でここでねまたね道徳と倫理の違いで、このことをより、分かりやすく説明しているんですが、道徳っていうのはね、これ見ましたよね前回ね。そう超越的な価値や、判断基準を上から押し付けてくるものが道徳でしたよね。なので道徳はですね、個々人の差は問題にならないということなんですね。で、ちなみにこの道徳で注意しなきゃいけないのは、この個々人の差異や状況を考慮せずに強制されるっていうことがあるんだったら、それは注意が必要ですよってことをおっしゃってます。はい、で一方倫理はですね、個々人の差を考慮すると、つまりこの人にとって良いものはあの人にとっては良くないかもしれない、そういうふうに個々人の差を考慮する、それが倫理だということですね。つまり個別具体的に考えることなんですね。はい、ここで一つポイントなのは、何と何がうまく組み合うかっていうのはあらかじめわからないってことですね。あらかじめわからない、つまりやってみないとわかんないってことですね。僕らもそうですよね。なんか考えているだけで、実際やったらちょっと違ったみたいなねことはよくありますよね。でうまくいくかなと思って実際やってみたらちょっとうまくいかなかったとか、逆にうまくいかないかなと思ってでも実際やってみたら結構うまくいったとかそういうことありますよね。なのでそういうことがね、この組み合うか、何がうまく組み合うかっていうことにも言えるっていうことですね。で、このね善悪の定義、考え方でもう一つ重要なのが、善悪の考え方は感情論と直結しているということです。どういうことかというと、感情っていうのはこの喜びと悲しみの2つの方向性を持っているっていうふうにおっしゃってます。でこれちょっと見てみると、喜びっていうのは喜びに満たされているっていうことはより大なる完全性へと向かう。ここで出ましたよね。私の活動能力、自分の持つ力を増大してくれるというのが、それが喜びであると。で対して悲しみに満たされているっていうのは逆で、より小なる完全性へと向かっていく。つまり自分のね、この活動能力を低下させてしまうものが悲しみであるというお話をしています。でこの悲しみの事例として妬みの分析っていうのを紹介してまして、これをちょっと見ていくとね、妬みっていうのがありますよね。誰かを妬むっていうことがね、それどういうことかっていうと、それは同等だと思っていないと妬みはしないって話をしてます。でそこで面白い事例を挙げてたんですけど、例えばね人がね鳥をね、例えばねその鳥がなんで鳥だけ飛べるんだと、ね、空を飛べるのは鳥だけですよね。だから鳥がなんで空飛べるんだと、それはずるいじゃないかっていうふうに私たちは鳥を妬みませんよね。
ね、そういうふうには妬まない。でじゃあどういうふうな時に妬むかっていうと、同等だと思うがゆえに妬むわけですね。つまり自分と同等なものだと思っているから妬む。だからなんであいつだけっていうふうに言うじゃないですかね。それって自分と同等だと思っているから言うんですよね。そういうお話をしてます。つまり自分の外側にある原因、妬みの対象、この場合はなんであいつがって言った時のあいつね、妬みの対象に自分が強く突き動かされてしまっているので、自分の力を十分に発揮できない、つまり活動能力が低下してしまうっていうお話をしてます。でこれねめちゃくちゃ重要で、なんでかっていうと、ここがね次にもう順次見ていくその、善悪の他の3つの重要な概念、つまり本質とか自由とか真理の話に全部通じてくるんですよ、ここの話が。つまり自分の外側にある原因に自分が強く突き動かされてしまっているので、そういった場合はですね、活動能力が低下してしまう、つまりより小なる完全性に向かっていってしまう、悲しみの感情の方ですよね、そっちになっていってしまう、つまり悪いものの方になっていってしまうっていうお話をしてます。ね、ここがねめちゃくちゃ重要です。でここをね簡単にまとめますと、活動能力、つまり自分の持つ力が組み合わせによって上がったり下がったりするというようなことなんですね。それがスピノザの考える善と悪の再定義になります。ここ面白いですよね。だから例えばねこれこの食べ物は活動能力を低下させるとかね、いうことがあるだろうし、逆にこの食べ物は自分の活動能力を、高めてくれるっていうこともあるでしょうし、あるいはこの言葉がね、この言葉は私にとって活動能力をこう高めてくれる言葉だとかね、私も散々そのね活動能力を高めてくれる言葉に出会ってきましたけれども、ね、これはだからよく分かりますね。共感できる部分がありますね、経験的に。はい、ということで善と悪っていうのはね、一応ざっくり言いますと、このもともと自然界に存在しているものではなくて、それは私たちと、その何かの組み合わせによって、善と悪は生じてきますよというお話ですね。でそれからそこから再定義していく時に、そのうまく組み合わさっていることによってですね、私の活動能力を増大させるものが私にとって良いものであると。でその反対は私にとって悪いものであるというようなことですね。ですからこの活動能力、自分の持つ力っていうものが、すごく重要になってくるわけですね。ということで、このね活動能力、自分の持つ力っていうものが関係してくるのが次に次回に話すですね2つ目の重要な概念の本質っていうお話です。つまりスピノザはどういうことを本質として認識していたのか、スピノザの考える本質っていうのは一体何なのか、そのお話をですね次回、やりたいと思います。ということで今日は以上になります。じゃあまたね。